便器がすごい出血で、見たことがないような出血で、その前の11月とか、その前の年とかに何回ぐらい出血があるんだけど、すぐ止まる。もう死かなと思ってたので、放置してました。直腸がんになって入り口にがんがあるので、先生もすごいびっくりされて。はい、それではがんのとスタートしていきたいと思います。今日のゲストはまいじさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。早速なんですけれども、自己紹介に移っていきたいなということを思います。私はですね、MC 務めますが、25歳と27歳の時に肺細胞腫瘍という癌に罹患をいたしましたがんノート代表理事で今日は MC を務めさせていただきます。そしてですね、今日のゲストなんですけれども、前地絹江さん。はい。三重県の出身に三重県の在住、そして現在64歳。家族は、旦那様がいらっしゃって息子さんもいらっしゃるという風な、家族構成となっております。また趣味はプチ旅行と、なっておりまして、またそのお話もね、闘病の中に出てまいります。また、癌の種類が大腸癌の中、直腸癌という癌に罹患されまして、ステージが 3A。今はちょっと転移などいろいろありまして、4相当となっております。告知としては、57歳の頃にといったところで、治療方法としては手術や薬物療法、そして現在も治療中という風な、流れとなっております。まじさん、合ってますかね？大丈夫ですかね？はい、OK です。はい、ありがとうございます。そしてですね、今回、まじさんがちょっと薬の、お薬の副作用の関係で声が出にくくなっておりますので、そこのところを皆さん、ご留意いただいた上で、ご視聴いただければと思っております。それではですね、ここからお話を聞いていくんですが、個人の経験談で特定の治療を推奨しているものではございません。ご自身の病気は、主治医にご確認をいただければと思っております。また、この後、ペーシェントジャーニー、このような、形でですね、グラフなどで、お示しできたらということを思っております。そのまいじさんのグラフがドンと、こちらになりまして、もうね、前半が結構、大変な時期もあって、そして後半はね、乱高下もあってという風な、流れかと思いますけれども、ちょっと早速お伺いをしていきたいなと思います。はい、57歳の頃、何があったかと申し上げますと、こちら、左麻痺になり、自宅で過ごすということが書かれています。はい。こちら、まじさん、これは、癌とは関係なく、左麻痺、脳卒中か何か、そういったものに倒れられてっていう感じでしょうか？そうですね。右視床出血で倒れて、左半身麻痺になりました。はい。倒れられて左半身麻痺となられたということで、まじさん、なので今はもう、車椅子のご生活ですよね。ほぼ車椅子です。はい。はい。車椅子の生活をされている。そんな、形で過ごされている中で、はい。大出血を起こされていくということで、この大出血と書かれているのは、これは、どういう出血、もう、なんでしょう。血の海みたいになるのか、どんな出血なんでしょう。なんか、本当にすごい、便器がすごい出血で、見たことがないような出血で、すごいびっくりしました。これは、あれですか、まじさん、いきなり、なんでしょう。はい、いきなりなんでしょう。いきなり、この大量の出血があったのは、いきなりなんですけど、でも、よくよく考えたら、その前の11月とか、その前の年とかに、3回ぐらい、出血があるんだけど、すぐ止まる。だから、もう死かなと思ってたので、放置してました。じゃあこの出血があるタイミングっていうのは、何でしょう、代弁するって直接すぎます。お手洗い行った時に、踏ん張った時に出るって感じです？いや、もうこの時は踏ん張ったじゃなくて、トイレ行って、その時にもうすごく出てたのでびっくりしました。じゃあもうトイレ行って、もうすぐブシャーみたいな感じで出てくる感じですね。そうです。って感じです。何これみたいな。へー、その色って言ったら変ですが、鮮血みたいな真っ赤ですか？鮮血に近かったですね。鮮血が
もうバーっと出て、それは、何でしょう、お手洗い行った時だけなのか、それともなんか普通に生活してても、ちょっと、いや、何でしょう。その一回だけ。あ、その時一回だけですね。はいはいはい。バーっとこう、大出血が大きい。その中で、怖いですよね。それもびっくりして、町医者に駆け込みです。はい。町医者に行かれていきます。その町医者はあれですが、地元のクリニック的な、その泌尿器科ちゃうわ。10日間、肛門あ、はいはい。そ一応こ肛門か。うん。に一応、出血してるってことで、高等教で見てもらったんですね。はい。そしたらすぐもうなんか、直腸がんになって入り口にがんがあるので、先生もすごいびっくりされて、バタ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 となんか看護師さん走り回るし、嫌だなと思ってたら、もう一回医師から呼ばれて、ここでは治療ができないから、大きな病院に行ってくださいって言われて、先生、大きな病院ってどんな病院に行ったらいいんですかって言ったら、いや、近い今の病院を紹介状書いてあげるから、とにかく明日そこに行ってって言われて、明日ですか？必ず明日行ってって3回ぐらい言われて、これは大変だ。多分がんかなとか思いました。あ、そっか。じゃあもうその町医者では、何でしょう、内視鏡ですぐ見てもらえたってことなんですね。いや、高等教なんで入り口にちっちゃい子、なんかこう入れるものがあって、ああ、行動鏡っていうんですか。へえ。いるんですよね。あ、そうなんですね。じゃあ、行動鏡ですぐ見てもらって。はあ、で、すぐ行ってって3回ぐらい言われるから、自分では、これはもう、やばいもんじゃないかということで、大きな病院に行かれていきます。大きな病院行かれて、どうだったんでしょうか、まいちさん。はい、消化器内科の方に行かさせてもらって、でもその時に、ちょっと多分入り口にあるから、入り口だけカメラで見ようかって言って見てもらったんですけど、やっぱり先生の方から、いや、きちんとこれは検査あんまり、私その時がんって告知しないでほしいっていうふうになんか問診票みたいなものに書いたんですけれども、だから先生が顔つきが悪いからきちんと検査した方がいいからっていうことで、その後に大腸内視鏡検査を受けました。はい。問診票で、がんではあっても、がんは告知しないでほしいということは、まじさん書いて、で、それで、ちゃんと検査を受けていくという感じなんですね。はい。で、検査を受けていった後に、はい、こちら、がん告知ということが書かれているのですが、その検査の結果、どういう流れでなっていくんでしょう？内視鏡検査を受けたときに、やっぱりこれすぐに取った方がいいからっていうことで、外科の方に回されて、で、外科の方を受診したときに、その時の先生が思いっきり、これ、大腸がんは大腸がんだけど、あなたの場合これ直腸がんだねって、いきなり直腸がんだねっていう告知されまして、って感じで、私言わないでって言ったのに言われちゃったよ、みたいな。もう、問診票書いた意味ないやんって感じですね。いや、でも問診票内科で書いたので、また外科別かしらみたいな。ああ、そうなんか。いや、本当いや、そこね、ちゃんと共有しといてくれよっていう感じですけれども、まえさん、なんですかね、がん告知しないでくれて書いたのに告知された、形、しかもそのような、ね、大腸がんでも直腸がんでね、みたいなこと言われて、お気持ちはどうだったでしょう？なんか一瞬ハッとなったんですけれども、その時のその先生が、今は大腸がんもね、治療すれば長く生きられる病気になったから、頑張って治療しましょうって言ってもらったのが、なんかほっとしたっていうか、そっか、今すぐ死ぬんじゃないんだとか、がんイコール死と思ってたので、がんって言われた瞬間、やっぱ私死ぬんだと思っちゃうんだけど、そこで長く生きられるよっていうこともあったから、じゃあ頑張って治療しようって思いました。ねえ、
まあその先生のね、その後のフォローが良かったということで頑張って治療しようというふうに捉えられていきます。その後ですね、ちょこっと上がっているのが、手術されていく形ですね。この回復手術とありますけれども、これは直腸全摘とかそんな感じですか？いえ、直腸を6センチぐらい残してもらってあるんですけれども、私、もしかしたら残せると思うんだけど、もしかしたら、アストマになるかもしれないって言われた時に、先生、私右手しか使えないから、できればアストマにならない方がいいんだけど、つったら、じゃあ回復してきちんと見ましょうっていうことで、回復手術になりました。ああ、そういうことなんですね。そっか、マイさんの場合は、ちょっと、そういう、左麻痺というふうなこともあってっていうことで、まあ治療方針は、ね、回復手術でというふうな形で進めていく。ここでは、あれですか、全部、ちゃんと取り切れた感じなんですかね？はい、全部きれいに取れたよっていうことで、もうこれで取ってもらったら大丈夫なんだって、一瞬ほっとしました。まあそういうことも上がっている感じですかね。はい、その後、どうなっていくのかと申しますと、こちら、立てなくなったため経過観察へということありますけれども、これはどういうことですか？やっぱり回復手術してるんで、私、麻痺があるから、ハンディがある分、やっぱり皆さんと違って、ほんと立てなくなっちゃって、で、やっぱり歩けないからトイレにも行けない。そんな状態で本来なら術後抗がん剤した方が良かったんだけど、もう無理っていう感じで、術後抗がん剤はできませんでした。そっか。この後に本来なら術後抗がん剤っていうのが待っているっていう感じだったけれども、もうそんな余裕ないよというふうな形でも、じゃあ、それをせずに経過観察していこうというふうな流れになっていくということですね。そうですね。いや、それはね、だって日常生活にね、支障をきたしたらもう難しいですもんね、それはね。そんな中でまだまだ下がっていく段階になっていきます。何か。はい。肺転移と。そうですね。9ヶ月後ぐらいに肺転移してることが分かって、めちゃくちゃ落ち込みました。そうなんですね。もう、癌って言われた時より落ち込みましたね。これはもう、レントゲンもしくは CT などで影が映ってるよっていう感じで分かっていくんですか？ CT で分かって、でも、なんか本当にこの世の終わりじゃないけど、あとどんだけ生きられるのかなとか。はい。すごい、よく泣いてました。そう。この肺転移。肺でもどこに転移してたんでしょう？左の上葉かな。左だけですか？右は大丈夫でした？いや、その時左だけかなと思ってたんですけど、検査取りに行って、で、そこで単純 CT 取ってもらったら、いや、右の方にも2箇所とかあるよ。多分、2箇所あるよって、まだね、ちっちゃかったんですよ。7ミリとかで。で、まあ、そんな状況だったんですけど、3箇所もあるんならもう、抗がん剤した方がいいなと思って、一旦手術をやめて、抗がん剤にしました。そうだったんですね。それで抗がん剤をされていくのが次こちら。はい。アバスチンとフォルフィリ？はい。スチンはフリですね。はい。をされていくという風な流れになっていくのかなと思いますけれども、これはあれですか？もう標準療法として、もうこれをやっていこうっていう風な感じなんですかね？そうですね。先生から言われて、言われるままですね。標準療法としてされていく。これは治療として結構なんでしょう。めちゃくちゃ低い、気持ち的に下がっている形でつけられてますけど、これは結構きつかったってことですか？あるし、私自身が全然何の勉強もしてなかったので、抗がん剤で死ぬかもわかんないとか思ってたんで、怖かったんですね、すごく。
結構ホルフィリきつかったので、最初。うん。それもあったんで、すごく大変でした。ああ、そうなんですね。もう抗がん剤で自分が亡くなってしまうんじゃないかという。そう、きついから、体が負けちゃって死んじゃうんじゃないかと思って。そっか。まあそこはね、なんとかこう持ちこたえられて、ちょっと上がっていきます。それが次こちら。手術。胸腔鏡で、左肺の手術をされていく。そして次も、手術で、次はもう胸腔鏡で右肺の手術をされていくとあるんですけど、これは薬物療法で癌を小さくしてから手術していこうっていう形だったんですかね？そうですね。ちょうどこの時、コロナ禍で、もう手術もできなくなるかもしれないとか、そういうことがあって、で、まあ今ならできるからっていうことで取っちゃったんですけど。ああ、そうなんですね。胸腔鏡で。これ、手術は一緒にされず分けた感じですか？そうです。なんか、一緒にすると、どれが右左に出ちゃうんで、とても私、人を片手では無理だから、生活、トイレとか行けないし、ちょっと無理っていうことで、片方ずつしました。はい、片方ずつ、手術されていくという形でですね。その後ですね。まあ、これまた下がっていきます。その後、ちょっとその前にこの、手術をすることで肺の、癌は全部取り除けた感じなんでしょうか？その時にあったのは全部取り除けました。はい。じゃあ、全部癌は取り除いて、一応もう、あれですよね。なので、腸っていうか大腸にも癌は見当たらないって状態ですもんね。この状態で、時はね。一度その全部癌はなくなっただろうと言った中で、はい。また次下がっていきますが、次こちらが再発と。はい、そうです。わあ、これはどれぐらいでまた再発したんでしょうか？左の肺に再発してきたんですけれども、4ヶ月ぐらいで。左の肺にね。じゃあそこから、再発してっていうことで、また手術というわけではなくて、ここから薬物療法なんですね。そうですね。また発してくるから、手術すると、呼吸の方にね、影響が出ちゃうかもしれないっていうことで、それで薬物療法にしました。その薬物療法、アバスチン、ロンサーフということで、ホルフィリンじゃないんですね。また変えたんですね。はい。ロンサーフになりました。はい。で、薬物療法を続けてまいります。で、その後ですね、次どうなっていくか、ちょっとだけ上がります。それが、アバスチンフォルフォックス。また治療法が変わるんですね。そうですね。ロンサーフが効かなくなったんで変わったんだな。ロンサーフが、効かなくなって、ちょっとフォルフォックス。効かなくなるってことは、癌がちょっと増大しているみたいな感じ。してきているっていうことで、切り替えようって。で、フォルフォックスに変えられていって。このアバスチンフォルフォックスでちょっと上がってるのは、なんか治療的になんか副作用がマシだったとかですか？そういうわけでもないか。再発の時の方が低いっていうだけかな。そうですね。はい。ちょっとね、そうですよね。で、ちょっとだけ、下がる中では、次は、痺れで転倒。そうですね。多分左側だったんで、痺れたかと思うんですけど、そこのところをうまく私が、気づかなかったもんで、やらかしちゃいました。やらかしちゃった。そっか。いやー、この痺れって、前地さん的には、どんな感じですかね？よくなんか正座した後のような感じだったりだとか、なんかこう、そうですね。右側はピリピリするんですよね。わかるんですけど、左側はもともと24時間痺れてるので、その痺れがきつくなった感じですかね。そっか。その、きつくなった痺れで、どんなシチュエーションで転倒したんですか、マジさん？
洗濯をしてるときに、いつもだったらそんなこけるってことないんですけど、なんかバランス崩しちゃって、ドーンってお尻ついちゃいました。おー。で、それですぐまた、あれつうか病院に行ってって感じですか？救急車呼んで搬送してもらいました。わあ、そうなんですね。で、その搬送してもらって、またお薬変えようっていう形になっていくんですかね、この状態だと。その時また1ヶ月くらいしたらホルホックス入れたんですけれども、アレルギーが出ちゃって、ああ、そそうれでなんですね。中止になりました。そっかそっか、そうなのか。あ、そっか。じゃあちょっと前後しちゃうんですけど、その痺れで転倒して救急車で運ばれていった後はどうなっていくんでしょあとはね、頸部大腿骨骨折で、う？ええそうなんですよ。その手術して人工骨頭に変えなきゃいけないっていうことで、はい、すぐ手術してもらいました。すぐっていうか、幸いにもアバスチンをね、こう使えない時期っていうのがあって、1ヶ月は手術を開けなきゃいけないんだけど、私の場合アバスチンちょっと使えてなかったんで、手術早くしてもらうことができて、で、はい、人工骨頭に変えてもらいました。はあ、じゃあ本来はアバスチンやってたら、ちょっと期間を置かないといけないけど、ちょうどそのアバスチンをやってない時期だったってことですね、この治療の中で。なんか幸いでした。で、すぐ手術をしてもらって、人工骨を入れた。はい、人工骨頭を入れて、人工骨頭？人工骨頭って言うんですね。そうなんですね。骨を入れて、それを大腿骨が、じゃあ、それに変わってるってことです？左が大体変わってます。うわー。じゃあ、ここでめちゃくちゃ大規模な手術ですね、それも。本当だったら、回復系病院に行ってリハビリ受けなきゃいけないんだけど、私の場合治療を優先しないといけないから、先生が1ヶ月病院に置いてあげるから、1ヶ月でたった歩くやなんで帰りなさいって言われて。はい、すごい。1ヶ月で立てるようになるもんなんですか？どうなんでしょう？いや、もう真剣ですよ。でも、手術してもうすぐに翌日から車椅子に乗ってトイレ行くんですね。看護師さんです。それをすぐできたので、もう平行棒の中で、とにかく立つ練習して、平行棒の中で歩く。ああ、すごい。痛いけど痛いって言ってらんないですよね。1ヶ月で帰らなきゃいけないから。ああ。そう。だから痛み止め使いながら、リハビリ受けてって感じです。うわしかもその中で、あれですね、抗がん剤治療はしてるんですもんね。いや、抗がん剤治療は、また術後1ヶ月お休みです。ああ、そこはお休み中なんですね。はい。で、その、整形の治療が終わるまで、抗がん剤は中止って。まあ、中止。いや、その中でやらないとと思って頑張りました。そっか。いや、とんだ災難ですね。その中でね、本当に。なんでこけたのかなと思いましたけど、よく考えたら前日もこけかけてるのに、やっぱりその、左のおひそこが、芯のしびれがちゃんと分かってなかったんですよね。ああ、そうなんですね。いつもと違うっていうことが分かってなかったんだと思います。そっかそっか。まあ、いつも通りなんか動いちゃいますもんね。自分としてはね。そんな中でですね、次こちら。遺伝子検査をされていくということで、これは癌のための遺伝子検査ですかね？そうですね。何か、ひょっとして薬が見つかるかもしれない。治験は受けられないんで、それはもう過去の上で、ただ 10% に何か薬が見つからないかなっていうんで受けてみました。ああ、そうなんですね。何か検査して自分に合う薬が何か見つかるんじゃないかと。そういう、これは、遺伝子検査は先生から受けませんかって聞かれたのか、舞さんが受けたいって言ったのかでどっちでしょう？先生の方が
なこういうのあるけど受けてみるっていうふうに聞かれました。ああ、そうなんですね。はい。で、まあ、受けてみますと言った中で、その結果はどうだったんですか、まいさん。まあ残念ながら見つかりませんでした。そっか。まあ、標準治療があなたには一番適してますよっていう結果で終わりました。そうなんですね。まあ、そっか。まあ、その中で、まあ、ただ、その後ちょっと上がっているんですよ。それが、秋田県へ旅行。そうですね。ちょうどこの秋田県、リレーホーライフがあって行きたくって、で、他のところもついでに行きたくって言ったら家族が行こう行こうっていうことで、一回連れてってもらったんですけど、この時ちょうど腫瘍マーカーがこう上がってきちゃったんで、すごくいいな、自分でやめとこうかなと思ったんですけど、まあ主治医の方から、今なら行けるから行っておいでって言われて、稼働してもらって行きました。ああ、そうだったんですね。行ってみてどうでした？やっぱりこう、良かったですか？よかったです。で、なんだと中村で行けたし、帰りは宮崎で分厚い牛タンを食べてたし、美味しかったですよ。いいですね。本当にいい旅行でしたね。帰りにちょっと福島寄りたかったんだけど、雨降っちゃって、もう寄ることできなかったので、東京まで降りてきて、経由して、忍野八海まで行って、誰もいない忍野八海をずっと見て回って、すごい良かったです。忍野八海って何ですか？ごめんなさい。僕全然わからん。忍野八海。八海ってね、富士山の下にあるんですけど、忍野すごい、忍野八海。すごく良かったですよ。いいですね。人がいない忍野八海って珍しいんですって。マイカーで行ってるし、私6時半ぐらいそこに着いたんですけど、ちょっとひんやりしてて、でもね、誰もいないからね、存分に見させていただいて、よかったです。素敵。いい旅行させてもらいました。そんなね、いい旅行でこうテンション上がっていく。はい。その中で、ちょっとまた下がってしまうのがちょっと怖いのですが、次こちら。薬物療法変えられていく。ちょっと次はアバスチンから変わるんですね、ようやく。そうですね。そのアバスチンとモルヒがちょっと増大してきてるかなっていうことで、これがサイラムザに変わるんですね。サイラムザとモルフィンに変わるんですけれども。そっか。変わっていって、まあこれもちょっと下がってるってことは、ちょっと副作用などちょっと出ているってことですよね。そうですね、残念ですね。で、その後またフェス後に変わるんですけれど。はい。そうです。はい。その中でね、ちょっと次こちらになります。上がるタイミングにはなりますが、HER2陽性と判明し、フェス後という薬物療法になっていく。このHER2陽性と判明しっていうのは、これは何か検査を受けられた感じなんですか？一応まだ取ったが残ってるし、先生がHER2を検査してもいいかっていうのでお願いしますってしてもらったら、まあ本当に100人に2人か3人しかいないHER2陽性患者さんでした、私は。そんな少ないですね。じゃあそのHER2陽性だったらこのフェスゴってやつを使えるよってなんでフェスゴに変わるって感じですかね。そうですね。はい。すごい期待したんですけど、残念でした。残念でしたっていうことはちょっと下がります。こちら。はい。薬が効かず元の治療にっていうことで、いやー、やっぱ増大しちゃった感じですかね。増殖してしまって、すごいショックでした。もうこの時に、この状態がこう続いていけば、来年の春はないと思いますよって言われちゃったので。来年の春ってもう、今頑張ってます。今がないよっていうこと言われて、そのまま薬物療法元の治療に戻っ
っていきます。その後ですね。次、ポートを新しくする。ポートってあれですよね。抗がん剤を入れるところの、入り口というか。それを新しくするっていう結構何でしょう。なんか機材って言ったら変や。器具を新しくしたんですか？そうですね。ちょっと首のところになんかね、色が変わってきてて、なんか、もしかしたらおかしいなって思いながら何ヶ月かして、で、ちょうど抗がん剤の時に看護師さんが、これはやばいかもしれないって言って、主治医に連絡してくれて、主治医が見た時に、何もないかもしれないけど、ひょっとしてポートがおかしかった時、その中でとか、ここら辺で折れてしまうと大変なことになるから、もうこれ抜去しようってことで、その日の昼から急遽外来オペで抜去して左側に新しいの入れてもらいました。ポート、ちょっとおかしいなっていうことで、ポート変えてくださっていったってことですね。やっぱ変えてみてよかったですか？はい、ポート外してもらったら2箇所折れてたっていうことで、もう折れる？はい、なんか本当にベキっていう感じで折れてて、見せてもらったんですけど、怖かったですね。これ多分皮膚突き破って出てきたよって先生に言われて、怖いって。そのポート、そんな折れることあるんですね。いや、なんか時々あるみたいです。時々っていうか、私が使ってたポート、この年代のポートって結構そういうのあるんだよねって先生って言いました。怖っ。でも、マイさん、それはどうやって、違和感から気づいたんですか？自分がちょっとおかしいなっていうのは。なんかね、だからここで色が変わってくるんですよ、これでした。ちょっと確かに、色が違うかも。しないのに色が違うとおかしいじゃないですか。したらここね、なんかね、痛いのはなんか当たるんですよ。なんか痛いな、みたいな。で、気をつけて看護師さんに見てもらってたんだけど、ちょっと今日やばいかもしれないってことで。うわー、それで、撮って見てみたら、折れてたっていうことなんですね。はい。うわで、ちゃんと新しくしてもらって、それで次の抗がん剤、薬物療法に入っていきます。それが、冬桜ということで、はい。これはどんなお薬なんでしょう？バメ薬なんですけれども、最初5ミリで始めたんですけど、副作用があまりきつかったので、3ミリに減らしてもらってます。標準が5ミリなんですかね5ミリと4ミリ、3ミリとかあるみたいですね。で、それで治療をやっていって、ちょっと副作用との兼ね合いで、3ミリだと、続けれそうということで、3ミリで今、治療を続けられているっていうことですね。そう。飲み薬、これ1日1回って感じですか？朝にね、3錠飲みます。朝に3錠飲んで。はい。今、治療、ここで今もされているのかなと思いますけど、今の経過的にはどうでしょう？いいですねっていうか、はい。今度 CT とか初めて取るんですけれども、腫瘍マーカーはありがたいことに下がってきています。そうなんですね。はい。そっか。じゃあ今そういったお薬の治療で、今も、マジさんは、闘病されているっていう風な流れですかね。そうです。はい、ありがとうございます。はい。マジさんもね、いろいろその中で、なのでちょっとね、今その治療の副作用で、ちょっと声がね、今霞んでしまっているっていうところね。はい。しかもね、ちょうどなんか声が霞んでいる時期に収録をさせていただいて。いやいや、こちらこそ、そんな中ありがとうございます。はい。はい。それではですね、ここから各項目に分けてお伺いをしていきたいと思います。まず一つ目の項目といたしましてですね、病院や治療の選択といったところになります。病院や治療の選択、こちらですね、まず、マジさんの病院はどのように進めていったかと申し上げますと、最初町医者に行った後に大きな病院、紹介されていって、
で、そこから大きな病院でその後治療を受けていくという形です。ここからはもう病院は変えずですか？はい、そうですね。そのその大きな病院でずっと治療されていくという形なんですね。はい。で、その中で治療の選択ってめちゃくちゃこうね、手術されていって、薬物療法、手術、薬物療法、バーっともうめちゃくちゃされてるじゃないですか。まあちょっと全部お話をね、お伺いしたいんです。そうするともうね、何時間のこの、形になってしまいますので、この中で、強いてこう、舞さんがこの治療するのなんかこう結構迷ったなっていう風なところとかあったりとかしますか？いや、特にないんですけれどもね。提示していただく中でやってきているので。その提示していただいている中で、なんか前さんがこう、自分でこれしたいっていう治療っていうのは特にこの中にはなかったですかね？いや、やっぱフェスゴに関しては、どんな結果が出るのか楽しみだったんですけど、ちょっと残念でした。そっか。ありがとうございます。はい。で、今ね、SDM と呼ばれる、こう、シェアードディシジョンメイキングっていうね、医療者と、患者と一緒になって、治療を考えていこうっていうね、そういった、流れになってきているかと思いますけれども、どうですか？お医者さんからは、治療に関して、この治療とこの治療あるけど、みたいな、そんな感じなのか、なんか、いや、もうこの治療次やるから、みたいな感じなのかでいうと、どうでしょう？いや、先生の方からは、今の状況こうなんだけど、こういう薬に変えた方がいいかなと思うんだけど、どうするっていう感じで、ちゃんと打診してくださいますね。説明してくださって。舞さん的には、その治療を考える上で、大事にしているところっていうのは、もちろん治るのが一番、大事だと思いますけれども、QOL で、例えば、先ほどあったように、なんか、こう、手術を2回一緒にしちゃうと、みたいなところもあったと思いますけれども、なんかこう、大事にしている選択ってありましたか？選択選択っていうか、なんかこの優先順位というか。抗がん剤の治療に関しては、やっぱり、休薬になることも多いですし、多かったですし、休薬になると、やったっていう感じでどこ行こうみたいな。楽しんだりとか、あと、どうしても秋田行く時みたいに、行きたいんだけど、順番が上がってきてるしどうしようかなって時は、先生こんなんで行っちゃダメですよね、みたいなことをちゃんと先生に聞いて、いやいや、僕は、治療だけが人生じゃないと思ってるし、君にも言ってきたから、君が行きたいと思うなら、今行けるんだから行った方がいいよって、そういう先生とのコミュニケーションもしっかり取れてるかなと思うので、ありがたいなと思ってます。そうね。ただやっぱ、舞さんも、これやりたいんですって言ったところで、ちゃんと先生がね、それに合わせてくださったって言ったところあるんですかね。はい。はい。そしてですね、ちょっと次にお伺いしたいことがこちらになります。はい。辛かったこと、副作用、後遺症などっていったところにはなるのですが、なんですかね。やっぱこの治療の様々な中で辛かった、大変だったっていうと、いやもう勝手ににはなりますけど、やっぱ舞さんの場合は、この、転倒された時とかがなんか大変だったんじゃないかなとかいろいろありますが、どうでしょう。はい。転倒大きいですね。やっぱり今でも ADL 下がっちゃって、前できたことが今できないってことがたくさんあるので、結構大きな損傷でした。そっか。ADL ですか？はい。今までできないんですよね。例えば。ほとんど自分のことって自分でやってたんですよ。でも、今できないことが増えてきてる。骨折したために足が上がらなくなったとか。そうですね。そっか。いつも自分で入れたのに、浴槽の中に足が上がらないから結構大変な思いしてます。そういうのはあるんですね。そっか、お風呂だったりだとか、いろんなところで支障が出てくるって感じなんですね。そうですね。そんなね、副作用もいろいろあったというふうなところもありますけれども、
そっか。もう、あれですか、よく大腸がんの患者さんっていうのは、なんかこう、手足のしびれ、なんでしょう、水に触ると痛いみたいなのも、それももちろん経験されましたかね。そうです。俺フォックスしてる時に、もうドアノブが持てないとか、うんうん。そういうのとか、まあ、冷たいものを食べられない。あと、やっぱりそのお水もね、使えない。だから常にこう、ぬるま湯にしてなきゃダメだとかね。そういうのありましたね。今は、もうそれは終わられてるので、今はそういった制約はないですかね。そうですね。右手に関してはないです。はい。まあ、左手は麻痺されてますもんね。うんうんうん。やっぱそういったところはね、全然変わってきますよね。はい。はい。次、こちらです。家族やパートナーのことといたしまして、まあ、家族構成としてね、旦那様とその息子様がいらっしゃる。その中で、まあ、家族、パートナー、こちらに関しては旦那様のね、ちょっとところをお伺いしたいなと思いますけれども、まず家族に癌、まあ、パートナー、まあ、旦那様に癌を伝えるタイミングって一緒に、こう、病院に行かれてた感じですかね。そうですね。当時一緒に行ってたので、その場で一緒に聞いてくれてます。はい。一緒に聞いてって言ったところで、何ですかね、家族のこの支え、もちろんね、いろんな支えがあって、これ良かったなっていうところあると思いますけれども、こういうことしてくれて良かったよっていうのは何かあったりとかしますか？一番最初にね、いきなりがん告知された時に、帰ってきてから、聞いた？私、言わないでって言ったよね。言われちゃったよねみたいなこと何回か私が言うもんですから。二人で笑いながら、がん告知されて笑ってる人なんかいないよって言ったんだけど、二人で大笑いしながら、で最後に主人がね、がんはね、喧嘩したら多分負けるだろうから、喧嘩しなくていいんだよ。がんと共に生きてったらいいんだから。っていう風に言ってくれて、なんかすごく、ふっとこう力が抜けたっていうか、そうが生きてくんやな、みたいな。そう、それでいいんだよねって言われた時にすごくほっとしました。なんか。ああ、いいですね。いやー、そう、喧嘩せず、ね、やっていくっていうのをね、そういうのを旦那様が言ってくださって気持ちが少し楽になったっていう感じですかね。しかもね、旦那様が、あれですよね。いろんな、やっぱ、まいじさんがちょっと車椅子の生活をされているっていうところで、さっきの秋田旅行もそうですけれども、様々なね、ところにね、車を出して一緒に行ってくださってるんですよね。そうですね。新幹線で東京行こうよって言うんですけど、やっぱり車椅子を押して荷物を持ってっても大変だから、やっぱり腸の手術してるから、トイレとかもね、探さなきゃいけないし、その心配もあるから、やっぱ車がいいよっていうことで、主人と車で行こうって言うんですけど、まあ、そうするとね、息子に行ってくるよって言うと、お父さんとお母さんだけじゃ危ないって言うんですよ。迷子になるから、僕は行くからいいよって言って、一緒に来てくれます。おー、息子さんも一緒に来てくれるんですね。大概東京の時はいつもほとんど一緒です。ああ。だけど二人だって危ないからって、迷子になるし、他の人の迷惑だからって。笑っちゃいますよね。結構ついてきてくれるっていうね。まあ、本当旦那様や息子様、その息子様のね、ところ、家族、子供のことということありますけれども、息子さんはもう成人されていらっしゃいますよね。一緒には住んでなくって、名古屋の方です。一人で住んでます。はい。その息子さんに対してその癌の告知っていうのは、こう、電話でされた感じですか？私からはしてなくって、主人から。ああ、そうなんだ。はい。まあ反応というか、どうでしょう。息子さんに対して、まあ今ね、サポートしてくださってるようなエピソードありましたけれども、なんかね、一回病院に一緒についてくれた時に、診察室に入ってきて、先生と話してる時にね、なんか息子がね、先生、大丈夫ですよ。うちのお母さん結構
ずぶといですからって、先生に言うんですよ。嫌だもんとか思いながら。大丈夫です。結構ずぶといからね。並び行きますから。そんな風に言って、そんな風に思ってたんだと思って。そそうですよ。いや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 、そっかそっか。まあね、そんなね、息子さんとね、こう、遠出するときは一緒に行ったりだとかね。はい、結構帰っても来てくれるんですかね。1ヶ月に1回ぐらいは帰ってくるかな。おー。近いんで。じゃあコミュニケーションもね、密にされている中でってことですよね。楽しいですね、家族の面白い。変な家族。いやー、いい、キャラの濃い家族だと思います、それは。面白いですよ。面白い家族で、はい。そんなね、笑いの絶えない、はい、前時期ではございますけれども、ここはね、本来であれば、お仕事のことだったりとかね、いろいろ活動のこともしあればっていう話ですけれども、まじさんは主婦をされていらっしゃいますので、というふうなところで、次はこちらの、お金や保険っていったところでの、治療費だったりとか、そういったところについてお話を聞いていきたいなと思うのですが、民間の保険はまじさん入られてましたか？一応入ってたけど、がん保険は入ってなくって。入院保険ですよね。入院したらいくら出るみたいな形のやつですかね。ということは、あれですよね。治療費をそれで賄うのって厳しいですよね。もう全然大変で、抗がん剤とか結構お値段もいいですからね。年金申請して、年金申請して、どういうことですか？すいません。ちょっと。私は障害年金があるので、障害者年金いただいてます。それで、はい、頑張ってます。そっか。障害者年金をいただいてということで、1級、2級とかいろいろあると思うんですけれども、それは私の場合は2級ですね。2級をって言ったところで、それで、ちょっと、治療費に当ててっていうことですかね。そうですね。あと主人だけ、高額療養費があるので、随分助けていただいてます。はい。ただそうは言ってもずっと長いですもんね、治療がね。長いですね。お金ないから貸してくれるとか息子に言って借りたこともあるんですけど、家族で助けてもらえるからなんとかやったけど。入院するとすごい見れますからね。そうですよね。もう治療費やそれに付随するものって言ったらもう100万じゃ足りないですよね、全然。全然足りないです。ですよね。結構数百万ぐらいはもう全然治療ね、長いですから行かれてますよね、きっとね。それをそういう貯金だったりとか、年金っていったものを当てて過ごされているということですね。そんな中でちょっと次こちら、工夫したことと、していること、したことっていうことあるんですけど、入院中こういう工夫したようでもいいですし、治療の中で今こういうことしてるんだっていうことでもいいですし、何か前地さんなりに工夫していることあったりとかしますか？そうです。入院に関しては、一人で病院生活ができるように、ここにこういうものを、例えば、スマホだったらスマホ立てる台がここにあったら自分でできるよとか、いやでも充電ができないから延長コードここまで持ってきといてくれたら自分でできるよと。できるだけ看護師さんにお世話にならなくてもいいように自分でできる工夫はいっぱいしてます。そっか。ここにこれがあったら自分でも取れるからって。特にね、まゆさんの場合やっぱね、半身不随でもありますからね、そこでどこまでができてどこまでができないかっていうのをちゃんと医療者にも伝えるってことですよね。そうですね。あと、家では、やっぱりADL が下がった時に、今のフリーだったら結構、歩くのはすごい大変なんですよ。だから、じゃあ、本当に、そんな中でフリーダクロに変わる前に、
電動車椅子をね、使用できるようにしてもらったりとか、で、車椅子に変えたんです。家の中中こう、車椅子で行けるように。あと、玄関からね、実は、玄関で2回転倒してるんです。骨折するとあかんからっていうことで、玄関も両手も手すりつけて階段のね、やつに変えてもらったりとか、いろんなことをね、こう、常に一緒ではないから、常に見直していって、ちょっとこことこ不自由に感じるようになってきたときに、怪我する前に手を打とうみたいな。そういうことはいっぱいしてます。で、あと、冬場は必ずストーブを使うんですけれども、ストーブで料理しようとか。ストーブで何ですか？すいません。ストーブで料理するんです。ストーブで料理する？そう。煮物とか全部ストーブでするの。それは、そうなんですか？そういう、前時期はそうしてるっていう感じなんですか？それともそれはなんか。車椅子でもできるように。ああ、そういうことでね。はい。そうしてます。はい。ただストーブの上だと車椅子でもこうやりやすいからっていうこともあって。そっか。そういう風な工夫されているって感じですね。はい。ありがとうございます。次にこちら、情報といたしまして、癌に関する情報をどういった、ツールで得ていたか、利用者からのね、こう、情報か、それともインターネットなどのものか、SNS かであったりだとか、様々、新聞ね、いろいろたくさんあると思いますけれども。YouTube とか、あと SNS のコミュニティ、患者会ですね。はい。YouTube っていったところで、どういうようなものを見られているんですか？ガンノートさんの。ごめんなさい。ガンノートって言わせるつもりじゃなかった。すいません。ありがとうございます。見ていただいて、すいません。ガンノートさんとか、あと、がん防災チャンネルとか。押川先生のね、チャンネルだったりですか。カルニネさんもよく見させてもらってます。はい。動画とかね、皆さんよく見られるっていうこともね、お伺いされて、伺っております。そういったね、YouTube だったりだとかを見られてっていうことで、なんかあれですか、単純なちょっと疑問ですけど、マジさんのような、方であれば、YouTube で情報を仕入れるっていうのがちょっと意外だったりとかするんですけど、なんかこう、以前から YouTube は見られてた感じなんですかね？がんになってからです。あ、そうなんですか？はい。がんになってから YouTube をみたいな形ってどういうなんか気持ちでこうご覧になったんでしょう？最初はね、やっぱり、自分がこう、手術後にね、直腸がんで、排便障害があるんですけれども、直腸がんの術後ってみんなどうして見えるんだろう。それがすごく不思議で。で、インターネット開いたらいろんなのが出てきて、その中にカロリナさんも出てきて、いや、すごいね、私と同じような状況なんだけど、みたいなところから入っていきましたね。ああ、そっか。じゃあ、排便障害の皆さんどうしてるのかっていうところから見ていったってことですよね。はい。術後どうしてる？術後どうしてるのかと。ちなみに、マイジさんはその排便障害とかはどうでした？最初大変でした。私、走ることできないですし、横になったら起き上がるの大変ですし、だからもう大丈夫だろうなって始まると、何回もトイレ行きますから、だからもうずっと起きてましたね、夜中。でも11時くらいから始まると、3時くらいまでは寝れなくって。ずーっとこう、トイレに近い台所で座ってたりとか。それでよく YouTube 見るようになったんですけど。ああ、そういうこともあってってことなんですね。その排便障害は、今は収まってはいるんですか？いや、当初よりは良くなってますね。だけど、ありますよ、やっぱりね。そっか。もうそれも、付き合っていくしかないって感じですかね。
そうですよね。命と引き換えにね。知りないかな。まあ何もなかったらいいかな、みたいな感じです。はい。そのようにね、今状況もあるということで、はい。次にこちら、はい。癌になる前と後で変わったことなんですけれども、まゆさんが癌になる前と後で気持ちの変化もしくは体調の変化でも何でも構わないんですけど、何か変わったことありますか？そうですね。やっぱり、癌って言われたら、人間必ず死っていうものがあるんですけど、その死が自分のすぐ横に迫ってきたことによって、いや、元気なうちに会いたい人に会いに行こうとか、行きたいところ行こうとか、そんな風に思うようになって、癌になる愛よりも行動的になったかもしれないと思います。行動的に。あれですよね。だから、まゆさんも癌になる前の、ね、車椅子生活だった時ってあまり外に出られなかったんですよね。癌になる前は車椅子私使ってないんです。骨折してからですよ。そうなのか。じゃあ、癌になる前の、半身不随の時は、歩いてたんですよ。自分で歩かれてたんですね。はい。だから、車も乗ってますし、お買い物も行きますし、まあ本当に。で、歩けるからね。そっか。はい。骨折してからできなくはないんですけど、回数が減りました。そういうことですね。そう。で、癌になる前と後で、行動的になったっていうのは、どっか行こうって思い立ったら結構行かれるようになっていったってことですね。はい、癌になる前だったら、秋田は行かなかったと思います。そっか。はい。やっぱ行きたいところに今行こうということで。先日も出雲大社行ってきたんですけれども。素敵。まだ何週間か前に。どうでした？いや、もうちょっといろいろハプニングがあったんですけど、なかなか思い出に残る旅行でした。ハプニング、例えば？私今、腕桜使うようになってから、味覚障害がすごくって、食べられなくなることもあるんですね。で、ずっと食べられなくて、やっと食べられるようになったかなっていうところで、あんまり体調万全っていう感じではなかったんですね。ただ、帰りがもう中国とかあんまり道路良くなくって、すごく辛かって、雨が降ったもんで、いちいち早く帰ってきちゃったんですね。そんな中で、車で体がカチカチになってきて、偉くって、何回も車止めて助けてとか言って、めいたりして大変でした。道中のそう。状況がかったってことですね。でも、二人で一生懸命ね、カバーしてくれて、無事に帰ってくれました。そうなんですね。いや。出雲そばを食べるのに、食べられないって言ってんのに、みんな食べちゃって。で、頼んだものみんな食べちゃって、息子が、お母さん食べられないかもしれないから、3段重ねにしとくわ。チュリを5段重ねにしたんですよ。お母さん食べられないといけないから、僕3段でいいよ、お母さん残したら食べるから。残さないもんだから、もう物足りないわ、とか言って。そうだ。そうだ。そう。とか言って。息子は我慢した。心残りって言いながら帰ってきてました。そういうこといや、もういいわ、とか言って。そうですよね。頼んだらね、せっかく来たんでね。あと歩いてたらね、ちょっと道が、道が欠けててね、主人がそこに足滑らして追ってったりとか。で、落ちるみたいな。見てみない一言とか。楽しい旅行でした。楽しい旅行ですね。すごい。そんなね、様々ないろんなね、ことがあった中で、次こちら。はい。
あの時の自分へということをお伺いしたいと思います。あの時の自分へ、これは癌の治療される前でもいいですし、癌告知される前でも、いつでも構わないんですけど、あの時自分に声かけるとしたらどんな声をかけますかということなんですが、はい。どの時に舞地さんだと、自分に伝えますか？私は出血、2年ぐらい前から出血があった時に、病院、勝手に自分で痔だと思って病院行かなかったから、あの時に病院行ってたら、もっと今と違ったんじゃないかなと思うから、お願いです。病院行ってくださいって。あの時の自分に。あの時病院行ってたらよかったのに、で、やっぱり、検査もちゃんと受けた方がいいよねって言いたいですね。そっか。なんか大出血する前からちょっと血はあったんですもんね。ちょっとは。そうです。はい。それをじっとかっつけずに。はい。まさかそれが癌だと思わないですもんね。言いませんでしたね。もう子供を産んだ後に死になってるから、血だわと思ってましたからね。その時に検査を受けてたら違ったんじゃないかなと思います。そうですね。なので、ちゃんと癌検診しっかり癌検診は受けられてたんですか、舞地さんは。受けてなかったです。受けなかったということに。はい。なんかこういうね、検診とか、そういったちゃんと検査を受けていくっていうのがね、舞地さんのあの時の自分へという言葉でした。次にこちら、大切にしたいこと、夢や目標など、こういうふうに、生きていきたいっていうのもいいですし、次ここに行きたいっていうふうなことでもいいですし、これを大切に生きていきたいでも何でも構わないのですが、舞さんいかがでしょうか？そうですね。癌だからってひるむことないなと思ってるんで、癌でも、やっぱり、私らしくって何かわかんないですけど、でも、行きたいところがあれば行ってはいいんだし、とにかく、楽しみたいですね、人生ね。せっかく時間があるから、そんな風に思います。次ね、沖縄行きたいですね。いいですね。次は沖縄。はい。ぜひ。はい。多分ね、旦那さんも近くで聞いてくれてると思いますので、はい。この動画をね、見てくださってると思いますので、はい。ぜひ、はい。次は沖縄みたいですので、はい。ぜひ、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。そんな中でですね、次、こちら、ちょっとインフォメーションを挟ませてください。今回がちょっとガンノートの、紹介をちょっと後に持ってきているのですが、ガンノートですね、がん経験者のインタビューなどをユーモアを交えながらお話を届けております。医療情報以外の情報もですね、生活の情報にフォーカスしてお届けしている、そんな番組となっています。そのですね、今までのがんの経験談といったところは一冊の本となっておりますので、がん経験者のリアルな生活、こちらもぜひチェックしてみていただければ嬉しいと思いますし、本だけではなくてオーディブルなどですね、そういった媒体にもありますので、こちらもチェックしてみてください。また、ここまで見られている方に関しては、ガンノートのこと、初めての方はですね、ぜひチャンネル登録して応援してもらえたら嬉しいなと思います。高評価やコメントなどもお待ちしております。また、出てみたいよっていう方はですね、出演応募フォームなどもございますので、こちらですね、ぜひホームページから、お待ちしております。といった中で、メッセージに入っていきたいんですけれども、まゆさんがですね、皆さんに対してのメッセージっていったものを、いただいておりますので、次こちらになります。はい。一人じゃないよ。がん治療って波があるから、そんな時に自分を支えてくれる人がいると、とてもありがたいなと思います。私はいっぱい支えてもらって今があるので、決して一人じゃない。一人じゃなかったですし、皆さんも一人じゃないから、患者会とか、SNS とか、ぜひ、ぜひ、声を発信してください。一緒に頑張りましょう。はい、ありがとうございます。まゆさん、一人じゃないよということでね。はい。まゆさんもね、様々な本当、がんの治療をやっていく中で、
オンラインを通じて仲間を見つけられたりだとか、していってっていうことで、やっぱ仲間の存在ってまゆさんにも結構、ね、大事な存在ですよね。大きいですね。うん。本当にたくさん助けてもらいました。そうですけれども、だから今があるんだなと思います。ね。皆さんもぜひぜひまたいろんなね、情報をチェックしてもらえたらと思いますし、またね、ぜひまたガンノートも見て応援してもらえたら嬉しいなということ思います。まゆさん、ね、改めて、まゆさん見ていただいていたガンノートにこうやってご出演していただいていかがでしょうか？ドキドキして。本当ですか？そっか。全然、もう、非常にもう、なんかこうね、お話上手にされていましたけれども、緊張されました？めっちゃ緊張してます。でもやっぱなんか、こうやって話してることがね、何でもないことでも、誰かの役に立てればいいなと思います。力になる。私もガイノートでいっぱい力もらったんで、はい、そう思います。ああ、そうですね。もうなんか、いや、そうであればありがたいです。そのね、見てくださっていたまゆさんが、こう、次は出る側としてね、他の方の何かヒントになれば嬉しいなということを思っております。まゆさん、本当に今日は素敵なお話、どうもありがとうございました。もらいました。はい。それではですね、これでガンノート終了していこうかなということを思います。皆さん、次の動画でまたお会いしましょう。それでは、バイバーイ。